宙の果てに広がる不思議な氷の世界、カイパーベルト。私たちの太陽系には、まるで巨大な輪のように広がる神秘的な領域があることをご存知でしょうか。海王星よりもさらに遠く、太陽からおよそ44億から75億 km も離れた場所に位置するカイパーベルト。この広大な空間には、数えきれないほどの氷の天体が浮かんでいます。今日は、この不思議な天体群について、最新の研究成果を交えながら詳しくご紹介していきます。このお話を聞けば、あなたは以下のような驚くべき事実を知ることができます。まず、カイパーベルトは小惑星帯の実に200倍以上もの質量を持っていること。次に、この領域には、私たちの知らない新しい惑星が潜んでいる可能性があること。さらに、ここには太陽系の誕生の秘密が眠っているかもしれないこと。とりわけ興味深いのは、2024年の最新の観測によって、カイパーベルトには予想以上に多くの大きな天体が存在することが分かってきた点です。中でも注目すべきは、2018年に発見されたファーファーアウトと呼ばれる天体です。この天体は、太陽から実に140天文単位。地球と太陽の距離の140倍も離れた場所で見つかりました。想像してみてください。地球から見た太陽の光が8分で届くのに対し、この天体に届く太陽の光は実に19時間以上もかかるのです。さあ、これから太陽系最後のフロンティアとも呼ばれる、カイパーベルトの謎に迫っていきましょう。まずは、カイパーベルトがどのようなものなのか、身近な例を使って説明してみましょう。野球場をイメージしてください。もし太陽がピッチャーマウンドにあるとすれば、地球は内野の一塁あたりを回っています。木星は外野の端を回り、そして海王星はスタジアムの外の駐車場を回っているようなものです。そして、カイパーベルトはその駐車場からさらに遠く、近くのショッピングモールまで広がる巨大な範囲に存在しているのです。この広大な空間には、氷でできた天体が無数に存在しています。これらの天体はカイパーベルト天体と呼ばれ、小惑星と異なる特徴を持っています。カイパーベルト天体について、もう少し詳しく説明してみましょう。私たちの住む地球の表面には、岩石や水、空気があります。一方、カイパーベルト天体の表面は、まるで巨大な冷凍庫の中身のようなものです。例えば、夏に食べる美味しいアイスクリームを冷凍庫から出すと溶けてしまいますよね。しかし、カイパーベルト天体は太陽から非常に遠いため、表面温度はマイナス230度以下にもなります。これは、地球上で最も寒い場所として知られる南極のマイナス 89.2 度よりもさらに140度以上も冷たいのです。このような極寒の環境では、私たちが普段目にする水はすべて硬い氷となり、さらにメタンやアンモニアといった物質も凍りついています。もし皆さんがカイパーベルト天体に立つことができたとしたら、足元は極めて硬い氷の地面で、まるでコンクリートのように硬くなっているでしょう。空には、かすかに輝く太陽が見え、その光は地球で見る太陽の明るさの約1000分の1程度しかありません。これは、曇り空の日の月明かりくらいの明るさです。さらに興味深いことに、このような極寒の環境は、太陽系形成初期の貴重な情報を保存する天然の冷凍保存庫としての役割も果たしています。地球上では、風や雨、地殻変動によって、古い地形や物質が次々と姿を変えていきます。例えば、恐竜時代の地層も、その後の長い年月の間に様々な変化を受けています。しかし、カイパーベルト天体の表面では、太陽系が誕生した約46億年前の物質が、ほとんど変化することなく今も残されているのです。これは、まるで太陽系の誕生時に撮影された写真が、完全な状態で保存されているようなものです。小惑星は主に岩石や金属でできているのに対し、カイパーベルト天体は主に凍った物質でできているのです。これは、太陽から非常に遠い場所にあるため、氷が永遠に溶けることがないからです。カイパーベルト天体の中で最も有名なのは、冥王星です。かつては第9惑星として分類されていた冥王星ですが、2006年に新しく制定された Y 惑星というカテゴリーに分類されることになりました。これは、カイパーベルトの研究が進み、冥王星と同じような大きさの天体がいくつも発見されたことが理由の一つです。例えば、エリスという天体は、発見当初は冥王星よりも大きいと考えられていました。このことは天文学界に大きな衝撃を与え、惑星の定義を見直すきっかけとなったのです。カイパーベルトの研究は、
私たちの太陽系の歴史を紐解く重要な手がかりを提供してくれます。例えば、この領域にある天体の軌道を詳しく調べることで、太陽系の形成過程や惑星の移動の歴史について多くのことが分かってきました。特に興味深いのは、海王星との関係です。海王星は、まるでオーケストラの指揮者のように、多くのカイパーベルト天体の軌道に影響を与えています。例えば、プルーチーヌと呼ばれる天体グループは、海王星が2回公転する間に3回の公転を行います。これは、私たちが音楽で耳にする3拍子のリズムのように、規則正しい関係を保っているのです。この軌道の共鳴について、もう少し身近な例を使って説明してみましょう。遊園地の観覧車を想像してください。2つの異なる大きさの観覧車があり、大きい方がゆっくりと1回転する間に、小さい方が 1.5 回転するとします。この時、両方の観覧車に乗っている人は、一定の時間が経つと必ず同じ位置関係になります。カイパーベルト天体と海王星の関係も、これと同じような規則正しい動きをしているのです。この不思議な宇宙のリングは、実は太陽系の安定性に重要な役割を果たしています。もし、この関係が存在しなければ、天体同士が不規則に影響し合い、軌道が大きく乱れてしまう可能性があるのです。2024年の最新の研究では、このような軌道の共鳴が、太陽系の形成過程で自然に作られたことが分かってきました。これは、まるで大きな渦の中で、小さな渦が自然に作られていくように、宇宙の重力の法則によって自然に形成されたと考えられています。実際、最新のスーパーコンピュータによるシミュレーションでは、惑星系が形成される過程で、このような共鳴関係が自然に生まれる様子が再現されています。さらに興味深いことに、他の恒星系でも同様の共鳴現象が発見されています。例えば、トラピスト1という恒星系では、7つの地球サイズの惑星が、まるでオーケストラの演奏のように、見事な共鳴関係を保ちながら公転しています。この発見は、私たちの太陽系で見られる軌道の共鳴が、決して特別なものではなく、宇宙の中で普遍的に見られる現象である可能性を示唆しています。海王星とカイパーベルト天体の間に見られる共鳴は、まるで宇宙という大きなコンサートホールで演奏される壮大な交響曲のような美しさを持っているのです。このリズミカルな動きは数十億年もの間、途切れることなく続いています。私たちが生まれる遥か昔から、そしてこれからも永遠と、この宇宙のワルツは続いていくことでしょう。このような軌道の共鳴は、太陽系の形成過程で確立されたと考えられています。カイパーベルトには、私たちの太陽系の歴史を記録したタイムカプセルとしての側面もあります。地球では、隕石が落ちた後も、長い年月の間に風や雨、地震や火山活動によって消えてしまいます。しかし、カイパーベルトの天体は、数十億年もの間、その表面に起きた出来事の痕跡をそのまま保存しているのです。これは、まるで古い写真アルバムのように、太陽系の若かりし頃の姿を私たちに見せてくれます。2024年の最新の観測技術により、これらの天体の表面の様子がより詳しく分かってきました。例えば、アロスという天体は、まるで雪だるまのような形をしていることが分かりました。このアロスの発見は、私たちに太陽系の形成過程について、驚くべき新しい知見をもたらしました。このユニークな形がどのようにしてできたのか、詳しく見ていきましょう。科学者たちは、アロスの形成過程を月のように説明しています。太陽系が誕生して間もない頃、宇宙空間には小さな氷の粒が無数に漂っていました。これらの氷の粒は、まるで空気中の水滴が集まって雨粒になるように、少しずつ集まって大きくなっていきました。そうしてできた2つの天体が、非常にゆっくりとした速度で衝突したのです。皆さんは、氷の塊同士がぶつかると砕け散ってしまうのではないかと思うかもしれません。実際、高速で衝突すれば、そうなってしまいます。しかし、アロスの場合は、まるでマシュマロ同士がくっつくような、非常にゆっくりとした衝突だったと考えられています。具体的な速度は、時速約 10km ほどだったと推定されています。これは自転車で走る程度の速さです。このような穏やかな衝突によって、2つの天体は壊れることなく、そのままの形で結合することができたのです。2024年に行われた詳細な分析によると、アロスの表面には衝突の痕跡がほとんど見られないことが分かりました。これは、
まるで新雪が積もったように滑らかな表面を持っているということです。ファロスの表面の色も興味深い特徴を持っています。全体的に赤みがかった色をしていますが、これは表面に存在する有機物質によるものだと考えられています。この有機物質は、生命の材料となる可能性のある複雑な炭素化合物を含んでいます。そのため、ファロスの研究は、太陽系における生命の起源を探る上でも重要な手がかりとなる可能性があるのです。さらに、ファロスの内部構造についても、興味深い発見がありました。レーダー観測の結果、内部には空洞やひび割れがほとんどないことが分かりました。これは、この天体が非常に均一な構造を持っていることを示しています。実は、この形は2つの天体が衝突して合体した結果だと考えられています。これは、太陽系の天体がどのように成長していったのかを示す、貴重な証拠となっています。カイパーベルトの規模は、驚くほど大きいものです。火星と木星の間にある小惑星帯と比べると、その質量は200倍以上もあります。これは、地球の質量の約20分の1にも相当する膨大な量です。このような巨大な質量があることから、科学者たちは、まだ発見されていない大きな天体が存在する可能性を指摘しています。中には、火星くらいの大きさの惑星が隠れているかもしれないと考える研究者もいます。実際、2018年に発見されたファーアウトと呼ばれる天体は、太陽から非常に遠い場所で見つかりました。そして2021年には、さらに遠い場所にファーアウトという天体が発見されました。これは、太陽から140天文単位、約210億 km も離れた場所にあります。この距離がどれほど遠いかを理解するために、光の速さで考えてみましょう。光は1秒間に約30万 km 進みます。地球には太陽からの光が約8分で届きますが、ファーアウトまでは19時間以上もかかるのです。カイパーベルトは、彗星の故郷でもあります。私たちが時々夜空で見る彗星の多くは、もともとカイパーベルトにあった天体が、何らかの理由で軌道を変えて内側の太陽系にやってきたものなのです。有名なハレー彗星も、もともとはカイパーベルトの住人だったと考えられています。カイパーベルトにはクガワノと呼ばれる特別な天体グループも存在します。これらはホットとコールドの2種類に分類されます。ホットクガワノは、軌道が大きく傾いていて不規則な動きをする天体です。一方、コールドクガワノは、おとなしく規則正しい軌道を保っている天体です。これらのクガワノについて、もう少し詳しく解説してみましょう。クガワノという名前は、天文学者のジェラルド・カイパーにちなんで付けられました。ホットクガワノとコールドクガワノの違いは、まるで学校の運動場で遊ぶ子供たちに例えることができます。ホットクガワノは、鬼ごっこで元気いっぱい走り回る子供のように、不規則で活発な動きをします。その軌道は太陽系の基準年、行動面から大きく傾いており、時には25度以上も傾くことがあります。これは、地球の自転軸の傾き、23.4 度よりもさらに大きな角度です。一方、コールドクガワノは、整列して行進する子供のように、きちんとした列を保って動きます。その軌道の傾きは、わずか2度程度しかありません。2024年の観測では、これらの天体の表面の特徴についても、新しい発見がありました。ホットクガワノの表面は、比較的明るい色をしていることが分かりました。これは、表面が新鮮な氷で覆われている可能性を示しています。まるで、新雪が積もったスキー場のゲレンデのような状態です。一方、コールドクガワノは、より暗い色をしています。これは、表面の氷が長い時間をかけて宇宙線にさらされ、少しずつ変化していったためだと考えられています。スキー場の例で言えば、何日も経って少し汚れた雪のような状態です。さらに興味深いことに、これらの天体の大きさにも特徴的な傾向が見られます。ホットクガワノは、直径 100km 以上の比較的大きな天体が多いのです。対して、コールドクガワノは、より小さな天体が多く見られます。この違いは、太陽系が形成される過程で、何か重要な出来事があったことを示唆しているのかもしれません。例えば、巨大惑星の移動による重力の影響で、天体の軌道が大きく乱された可能性が指摘されています。まるでダンスパーティーで、激しく踊る人と優雅にワルツを踊る人がいるようなものですね。さらに興味深いのは、カイパーベルトには双子の天体も存在することです。アニリスと呼ばれる天体は、ほぼ同じ大きさの2つの天体が、お互いの周りを約25年かけてゆっくりと公転しています。これは、
まるで宇宙空間でスローダンスを踊っているようです。カイパーベルトにはカイパークリフと呼ばれる不思議な現象も存在します。これは、ある一定の距離を超えると突然、天体の数が激減する現象です。この現象の原因については、まだ完全には解明されていません。ある科学者は、この領域に未発見の惑星が存在し、その重力の影響で天体が吐き出されているのではないかと考えています。これは、噂の惑星9である可能性も指摘されています。実は、カイパーベルトのような構造は、私たちの太陽系だけのものではありません。2024年の観測により、他の恒星の周りにも同様の構造が存在することが分かってきました。特に、HDQ1089 という恒星の周りには、私たちの太陽系のカイパーベルトとよく似た構造が発見されました。この恒星は私たちの太陽より約200倍は過去、10% ほど熱い星です。この発見は、惑星系の形成が普遍的な過程である可能性を示唆しています。多くの人が心配するのは、このような天体の密集地帯が、将来の宇宙探査の障害になるのではないかということです。しかし、実際にはそれほど心配する必要はありません。カイパーベルトは非常に広大な空間に天体が分散しているため、宇宙船が天体に衝突する確率は極めて低いのです。実際、1983年にパイオニア10号が最初にカイパーベルト領域に到達して以来、多くの探査機がこの領域を通過していますが、問題は起きていません。2015年、人類は初めてカイパーベルト天体の詳細な姿を目にすることができました。NASA の探査機ニューホライズンズが、冥王星への接近飛行に成功したのです。このミッションについて、もう少し詳しくお話ししましょう。ニューホライズンズは、2006年1月19日に打ち上げられました。打ち上げ時の速度は、なんと時速約 58,000km。これは、東京から大阪まで、わずか30秒で到達できる速さです。それでも、冥王星まで到達するのに9年半もの時間がかかりました。この途方もない距離を理解するために、身近な例で考えてみましょう。もし太陽をバスケットボールの大きさ、直径約24センチだとすると、冥王星はそこから約 1km 離れた場所にある粒胡椒ほどの大きさになります。この長い旅の間、探査機は休むことなく飛び続けました。途中、木星に接近した際には、その重力を利用して加速するスイングバイという技術も使用しています。これは、まるで宇宙空間のブランコのように、惑星の重力を使って速度を増す方法です。2015年7月14日、ついに探査機は冥王星への接近を果たしました。この時送られてきた画像は、科学者たちの予想をはるかに超えるものでした。冥王星の表面には、スプートニク平原と名付けられた巨大な心臓型の地形が発見されました。この地形は、約 1000km にも及ぶ広大な氷の平原です。さらに驚くべきことに、この平原にはタイルーセルと呼ばれる模様が見つかりました。これは、固体の窒素の氷が、まるでゆっくりと煮立つ味噌汁のように対流を起こしている証拠なのです。氷の山脈も発見されました。これらの山は、高さが 3500m にも達し、日本の富士山とほぼ同じ高さです。しかし、地球の山々が岩石でできているのに対し、冥王星の山は硬い水の氷でできています。大気の存在も確認されました。と言っても、地球の大気よりもはるかに薄く、主に窒素とメタンでできています。このメタンが太陽光に反応して、薄い霞のような層を作り出しているのです。送られてきた画像は、科学者たちの予想をはるかに超えるものでした。冥王星の表面には、予想もしなかった地形が広がっていたのです。まるで心臓の形をした明るい地域や、氷の山脈、そして広大な平原が発見されました。その後、2019年には同じ探査機がアロスという別のカイパーベルト天体にも接近し、詳細な観察に成功しています。このように、カイパーベルトの研究は着実に進んでいます。2024年現在、さらに高性能な望遠鏡や探査機の開発が進められており、近い将来、より多くの発見がもたらされることが期待されています。特に注目されているのは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測です。この望遠鏡は、カイパーベルト天体の表面組成を詳しく調べることができ、これまで見えなかった新しい特徴が明らかになるかもしれません。カイパーベルトの研究は、
私たちに多くの謎を投げかけています。なぜこれほど多くの天体が海王星の軌道の外側に存在するのでしょうか。太陽系の形成初期、この領域で何が起きたのでしょうか。そして、未発見の大きな惑星は本当に存在するのでしょうか。これらの謎を解き明かすことは、私たちの太陽系の過去を理解するだけでなく、他の恒星系における惑星形成の過程を理解する手がかりにもなります。カイパーベルトの研究は、私たちの宇宙観を大きく変えつつあります。その一つの例が、双子天体の発見です。先ほど紹介したアニリス以外にも、最近では多くの双子天体が見つかっています。これらの天体は、まるで永遠のダンスを踊るように、お互いの周りをゆっくりと回り続けています。2024年の観測では、これらの双子天体の形成過程について、新しい理論が提案されました。かつては、一つの大きな天体が衝突によって二つに分かれたと考えられていました。しかし最新の研究では、もともと別々だった二つの天体が、お互いの重力で引き寄せられ、ゆっくりと接近して軌道を共にするようになったという説が有力になってきています。これは、まるで運命の出会いをした二つの天体が、永遠に寄り添い合って宇宙を旅することを決めたかのようです。このような発見は、天体の形成過程が私たちの想像以上に多様であることを示しています。また、カイパーベルトの天体の中には、不思議な輪を持つものも発見されました。2024年1月、直径 250km ほどの天体回廊の周りに、薄い氷の粒子でできた輪が見つかったのです。これは、土星のような巨大惑星だけでなく、比較的小さな天体でも輪を持つことができるという証拠となりました。この輪の存在は、カイロンが過去に他の天体と衝突した際の破片が、重力によってはとなって残ったものだと考えられています。さらに興味深いのは、カイパーベルトの天体の色です。望遠鏡による観測で、これらの天体の多くが赤みを帯びていることが分かっています。この赤い色は、表面に存在する有機物質が太陽からの放射線を受けて変化したことによるものです。中には、非常に濃い赤色を示す天体もあり、これらは超赤色天体と呼ばれています。この超赤色天体について、もう少し詳しく説明してみましょう。地球から見る夕焼けの空が赤く見えるのは、太陽の光が大気中を長い距離通過する際に、青い光が散乱されて赤い光が残るためです。しかし、カイパーベルトの天体の赤い色は、全く異なる理由で生まれています。これらの天体の表面には、タールのような有機物質が存在しています。この物質は、メタンなどの単純な分子が太陽からの放射線を受けることで、より複雑な分子に変化したものです。例えば、メタンという単純な分子は、普通は無色透明です。皆さんの家庭でも使われている都市ガスの主成分がメタンです。しかし、この分子が太陽からの紫外線を受け続けると、より複雑な分子に変化していきます。この過程は、まるでカレーを作るときに、玉ねぎを炒めていくと徐々に色が変化していくようなものです。2024年の研究では、このような有機物質の形成過程が実験室で再現されました。実験では、メタンと窒素を混ぜた氷に紫外線を当て続けることで、実際のカイパーベルト天体で見られるような赤褐色の物質が作られました。この実験結果は、カイパーベルト天体の表面で実際に起きている化学反応を理解する上で重要な手がかりとなりました。さらに興味深いことに、この実験で作られた物質の中には、生命の材料となるようなアミノ酸の全区体も含まれていました。これは、生命の起源を考える上で非常に重要な発見です。もしかすると、地球上の生命に必要な有機物の一部は、このようなプロセスで作られ、隕石などによって地球にもたらされたのかもしれません。また、超赤色天体の中には、表面の色が場所によって異なるものも発見されています。これは、天体の表面で起きている現在進行型の化学反応を示している可能性があります。まるで、巨大な化学実験室のように、これらの天体の表面では今も様々な化学反応が進行しているのかもしれません。このような色の違いは、天体の形成過程や歴史を理解する上で重要な手がかりとなります。また、カイパーベルトの天体の中には、定期的に明るさが変化するものも見つかっています。この明るさの変化について、さらに興味深い発見がありました。2024年の観測では、いくつかの天体が予想外の明るさの変化を示すことが分かりました。通常、球形の天体が自転すると、明るさは緩やかに変化します。これは、地球から見た月の満ち欠けのように、
規則正しい変化を示すはずです。しかし、カイパーベルトのある天体では、突然の明るさの変化が観測されました。科学者たちは、この不規則な変化の原因として、天体の表面に巨大な間欠泉が存在する可能性を指摘しています。地球上の間欠泉といえば、イエローストーン国立公園にあるオールドフェイスフルが有名です。これは、地下の熱で温められた水が、定期的に噴き出す現象です。カイパーベルトの天体では、水の代わりに窒素やメタンの氷が、内部の熱で気化して噴き出している可能性があるのです。この仮説を裏付けるように、最新の観測では、いくつかの天体の表面に噴出物が作った後のような地形も発見されました。これらの天体の内部には、放射性物質の崩壊による熱が蓄積されていると考えられています。その熱によって、表面近くの氷が気化し、まるで巨大な宇宙の噴水のように、時々吹き出しているというわけです。このような活動は、これらの天体が私たちが考えていた以上に活発な世界であることを示しています。静かに眠る氷の世界というイメージから、ダイナミックに変化し続ける魅力的な天体へと、私たちの理解は大きく変わりつつあります。さらに興味深いことに、この活動は天体の大きさと関係があることも分かってきました。直径が 100km を超える天体では、このような活動が起きやすい傾向があります。これは、ある程度の大きさがあれば、内部の熱を保持しやすく、表面での活動も活発になるということを示しています。まさに、カイパーベルトは私たちの想像をはるかに超える、驚きに満ちた世界なのです。この明るさの変化を詳しく調べることで、天体の形や自転の速さを知ることができます。さらには、生命の起源を探る手がかりになるかもしれません。なぜなら、カイパーベルトの氷の天体には、生命の材料となる有機物が豊富に含まれている可能性があるからです。宇宙には、まだまだ私たちの知らない謎が無数に存在します。カイパーベルトは、その謎を解き明かすための重要な鍵の一つとなるでしょう。最新の研究からは、カイパーベルトにまつわる新たな発見が次々と報告されています。2024年に観測された HTQ1089 という恒星系のデータは、私たちの太陽系の形成過程を理解する上で、重要なヒントを与えてくれました。この恒星系には、私たちの太陽系のカイパーベルトとよく似た構造が存在しています。しかも、この恒星は私たちの太陽より若く、今まさに惑星系が形作られている最中なのです。これは、まるで太陽系の赤ちゃんの頃の写真を見ているようなものです。このような観測により、惑星系の形成過程について、新しい理論が提案されています。例えば、巨大惑星が移動する際に、小さな天体を吐き集めるように外側へ押し出していった可能性が指摘されています。これは、まるで雪かき車が道路の雪を脇に寄せていくように、惑星が小天体を外側へ押し出していったというものです。また、カイパーベルトの天体が持つ有機物の研究からは、生命の起源に関する新しい仮説も生まれています。最新の分析では、これらの天体に含まれる有機物が、地球上の生命を構成する物質と驚くほど似ていることが分かってきました。これは、地球の生命に必要な材料の一部が、カイパーベルトの天体からもたらされた可能性を示唆しています。さらに興味深いことに、カイパーベルトの天体の中には、液体の水を内部に持っている可能性のあるものも発見されています。表面は極寒の世界でも、放射性物質の崩壊による熱で、内部では水が液体として存在できる可能性があるのです。これは、地球外生命の可能性を探る上でも非常に重要な発見です。今後、より高性能な望遠鏡や探査機による観測が計画されています。例えば、合計30メートルの超大型光学望遠鏡や、新世代の赤外線宇宙望遠鏡の建設が進められています。これらの新しい観測装置により、カイパーベルトの謎がさらに解き明かされていくことでしょう。私たちは今、太陽系の歴史を理解する上で、とても重要な時期に立ち会っているのです。私たちは今、太陽系の果てに広がる氷の世界の探査という、壮大な冒険の入り口に立っているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。